今日はですね、先ほどビッグニュースが飛び込んでまいりました。ソニーが角川の買収を検討しているというニュースでございます。角川といえばですね、角川嗣彦会長がですね、オリンピック汚職事件に連座してですね、東京地検特捜部に逮捕、勾留されて1年以上ですかね。長い間勾留されていてご高齢なのにもかかわらずですね、出所した時に車椅子に乗って出てきて、今はですね、国家賠償請求訴訟、人質司法だと、憲法違反であると、基本的人権を尊重していないということで、この刑事訴訟法第89条のですね、規定によって行われている、否認をすると長期勾留されてしまうというですね、いわゆる人質司法と言われまして、国際的な人権保護団体からもですね、大きな批判、国連からもですね、浴びているというですね、とんでもない制度なんですけれども、それに戦っている角川さんいるんですけれども、この角川嗣彦会長がいなくなった後ですね、夏野武さんですね、元 NTT ドコモの夏野武さんが社長になりまして、もともと取締役やってたんですけれども、嗣彦さんいなくなったということでですね、抜擢されまして、社長になってですね、やられていると。いうような形があります。角川といえばですね、以前、角川書店とですね、ドワンゴが一緒になって角川という名前になったわけですけれども、そちらの方で今ね、学校法人なんかも運営されてるんですけれども、今回ですね、買収されるということで、当然その本業のですね、コンテンツクリエーション事業ですね、ラノベから漫画からアニメから映画からですね、こういった事業ですね、こういったところはソニーグループと親和性あると思うんですけれども、学校はどうなんだろうなっていうことがあるので、もしかしたらそこは分離されるのかもしれませんね。今回ですね、ソニーによる角川買収の観測が流れた瞬間に株価が高騰しまして、かなり実は株価上がっております。実はですね、私、例のニュースピックスのザ・マーケットっていう企画でですね、実は角川株買っておりまして、その時に宣言してね、楽天株とかと一緒に角川も伸びるんじゃないかと。ちょうどね、あの時、ハッキングされてですね、ハッカーにお金いっぱい払ったんじゃないかみたいなお話があったりとか、そこでですね、データが抜き取られてですね、その保証金に結構お金がかかったんじゃないかみたいなお話がありましたけれども、角川自体のその本業が既存してるわけではないので、ここはおしめ買いだろうということで、買ってみましたけれども、物の見事に高騰してしまっているということで、今ね、後藤達也さんと一緒に書いている投資の思考法、こちらの方のですね、面目役所かなっていう風な、こんな感じで買うといいんですよと。今回多分そこでやっぱりセキュリティ対策だったりとかそういったところの不安なんかも多分あったりして、夏野さん、もともと雇われ社長ということで、オーナーも今いなくなってしまったりとかっていうことでですね、ドワンゴの川上さんもですね、今もう大学の方、大学高校中等部の授業、そっちの方の授業にですね、非常にかかりきりということで、ソニーにいわゆるその本業の部分をバイアウトしてもいいんじゃないかというようなことになったんじゃないかなと思います。ソニーの時価総額なんともう18兆円もあるんですね。いつの間にかもう実は僕はライブドア時代にですね、ソニーの買収考えたことがあるんですけど、その当時で時価総額多分3兆円とか2、3兆円ぐらいだったと思うんですよね。だからレバレッジかければソニーを買収できたねっていう、それが今18兆円になってるわけですから、すごい話ですよね。僕はその頃ね、コングラマリットディスカウントされていたソニー、これは買い時だろうということで、いろいろ検討してたわけですけれども、まさに予想通りになったと言いますか。だから18兆円ありますので、5% 程度で買えるということで、ほとんどダイリューションせずにですね、角川のコンテンツ、グローバルにヒットしている作品もありますので、こういったものを買うことは、ソニーにとってはですね、非常にプラスになるんじゃないかな。そういった風に考えた節がございますということでね、ビッグニュースでございますけれども、全然十分にこれはあり得る話なのかなと、今回そういう風に考えました。もしですね、これがソニーグループに行くということになればですね、ソニーピクチャーズとかで映画化されやすくなったりとかですね、音楽管理もね、ソニーミュージックエンターテインメントありますので、そういったところでのシナジー効果、こういったのも大きいんじゃないかなというふうに思います。社長もね、夏尾さんなんでね、角川の方はね、非常に合理的な判断をされる方なので、前向きにこれは進むんじゃないかなというふうに僕は観測しております。どうやって買うのかっていうのはわかんないですけれども、おそらく株式交換なんですかね。どっちになるのかわかりませんけれども、株主としてもですね、温かく見守っていこうかなというふうに思います。というわけで、今日のニュース解説はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。